皆さん、今の半導体市場は NVIDIA 一強だと思っていませんか？ AI チップは NVIDIA、製造は TSMC。この構図だけを見ると、インテルの出番はもう残っていないように見えます。ところが2025年9月18日、NVIDIA はインテルとの協業を発表し、インテルの普通株に50億ドルを投じる方針を示しました。円換算では為替で変わりますが、数千億円を超える規模です。ここで大事なのは、これはインテルファウンドリーへ直接5000億円を入れたという単純な話ではないことです。発表上はインテル普通株への50億ドル投資であり、協業の中心はデータセンターと PC 向け製品です。それでも謎は残るのだ。 AI で圧勝している会社がなぜ再建中のインテルと深く組むのか。答えは半導体の勝ち高がチップ単体の勝負からシステム全体の勝負へ変わったことにあります。まず半導体のルール変更です。これまでの競争はいかに細かく作るかでした。回路を小さくすれば同じ面積により多くのトランジスタを詰め込めるからです。でも最先端では物理的な難しさとコストが急激に上がります。小さくするほど開発費も措置費も跳ね上がり、少しの性能改善に莫大なお金が必要になるのだ。そこで出てきた答えがチップレットです。計算、メモリ、入出力など役割の違う小さなチップを別々に作り、最後に一つの巨大なシステムとして組み上げます。この最後の組み上げがアドバンストパッケージングです。どのチップをどれだけ近く、どれだけ速く、どれだけ低消費電力でつなぐか、ここが次の主戦場になっています。インテルが見ていたのはこの来る時代です。象徴が UCIe、ユニバーサル、チップレット、インターコネクト、エクスプレスです。チップレット同士をつなぐための共通規格です。標準化の怖さは、みんなが同じ接続ルールを使い始めると、その上で一番うまく組める会社に仕事が集まりやすいことです。インテルはこの土俵作りに深く関わっています。なお、インテルは何万年の取ってる穴を張ったといった捉え方もあります。ただ、投資判断で大切なのは単純な係数ではなく、EMID、フォベロス、ガラフ基板など、量産に効く技術をどれだけ抑えているかです。AI チップは大きく、厚く、電力も食います。従来の有機基板では歪みや配線密度が限界になりやすし、そこでインテルは、より寸法や定性の高いガラス基板を次の土台として押し出しています。次に 18A です。インテルは 18A で RIDDONFET と POWERVIA を採用し、インテル3比で最大 15% のワット当たり性能改善を謳っています。細かい構造面より、ここでは効率改善が重要です。AI データセンターでは GPU 本体だけでなく電気代と冷却費が重くのしかかります。仮に年間電力費が100億円なら 15% の改善は年間15億円の復元です。しかもサーバーは1年で終わりません。おとりで見れば75億円。巨大クラウド企業にとって効率の数パーセントは契約価格、冷却設定、投資開始期間を動かす数字です。AWS やマイクロソフトのような企業が欲しいのは単に速いチップではありません。調達リスクを抑え、電力効率を上げ、必要なら自社向けにカスタムできる選択肢です。ここで最初の謎に戻ります。NVIDIA がインテルと組む最大の意味は TSMC 一切そのリスクを減らすことです。AI ブームがつくほど供給網の一本足打法は規定になります。もし台湾有事や大規模災害で TSMC の供給が止まれば NVIDIA は最先端 GPU を思うように出荷できません。これは技術力の問題ではなく企業存続レベルのサプライチェーン問題なのだ。インテルは米国内に大規模な製造拠点を持ち CHIPS 法による支援対象でもあります。今の半導体ではどこで作れるかはそのまま安全保障と交渉力になります。ここは誤解しやすいポイントです。公式発表はインテルの CPU と NVIDIA の技術を組み合わせる協業であり、 NVIDIA の主力 CPU をインテルファウンドリで量産するとまでは言っていません。それでも NVIDIA に価値があります。代替先を育てるだけで TSMC との交渉力、米国政府との関係、将来の供給保険が手に入るからです。50億ドルはその選択肢への保険料とも読めます。この比較変動で得をする企業と厳しくなる企業が分かれます。クラウド企業は調達先と電力効率の選択肢が増えます。インテルはファウンドリとして外部顧客を取れる可能性が出ます。一方で、従来の有機基板やチェスライの実装技術だけに依存するサプライヤーは厳しくなります。AI チップは巨大化し、発熱し、接続密度が上がるほど土台そのものが置き換わるからです。ただし、インテルの100点シナリオには巨大な壁があります。それがしないです。インテルは自社で CPU を設計しながらライバル企業の製造も請け負おうとしています。
過去にはアップルがサムスンから TSMC へチップ製造を移した歴史があります。細かい事情は複合的ですが、競合に知覚失敬を預ける心理的な抵抗は半導体では非常に大きいのです。実際インテル 4UNDRY の外部売上はまだ大きくありません。インテルの2025年第4四半期説明では外部ファウンドリー売上は2億2200万ドルとされています。つまり物語は始まったばかりです。投資家が最初に見るべき数字はインテル FOUNDRY の外部売上比率です。インテル社内向けではなく外部顧客からどれだけ稼げているか、ここが増えなければファウンド移転換を愛に描いたうちです。2つ目はアドバンストパッケージングの実算です。インテルがチップ単体ではなく組合入りの会社として選ばれているか、ここに顧客名と質量が出てくれば見方は変わります。3つ目は AI、PC のスクライスと平均単価です。ファウンドリ再建にはお金が必要です。その資金源になるクライアント PC 事業が弱ると、インテルは理想を追う体力を失います。見る順番も大切です。まず外部顧客の名前が増える、次に試作ではなく量産案件が増える、最後にファウンドリの赤字幅が縮む。この順番で進むなら復活シナリオは強くなり、順番が逆なら期待先行です。結論です。インテルはチップ単体で TSMC や NVIDIA に勝つ王者への復活だけを狙っているのではありません。システム全体を組み上げる側に回り、半導体連合の中核になろうとしています。少なくとも今後3年、インテルを見るなら株価の上下だけでは足りません。外部顧客、先端パッケージング、AI、PC の単価、この3つを追うと、復活物語が現実に近づいているかが見えてきます。皆さんはインテルは本当に復活すると思いますか？それとも市内の壁を越えられないと思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。次回は TSMC とサムスンの対抗戦略も整理します。